こんにちは。このポッドキャストは B リーグを数字と本音で料理するをテーマにスポーツライターサマンサと NBA US ヒップホップを愛する仲間たちが B リーグの注目カードや話題のトピックをピックアップ。膨大なデータと現場の空気感をスパイスにどこよりもディープかつ自由に語り尽くす B リーグをもっと深くクリティカルに楽しみたい人のためのポッドキャストです。いや、ウェンバンヤマがついにやらかしてさ。何があったの？フレグラント2取られてキャリア初退場。でも本人が試合後にフレグラント2って何って聞いてたらしくて、なんかちょっと笑ってしまった。それ可愛すぎるでしょ？でも確かにあの体格で本気でやったら笛吹かれるよね。そうなんだよね。CS になるほど、こういうフィジカルな判定って増えるから、なんか B リーグの CS とも通じるものがあるなって思って。それで言うと今日のテーマですよね。そう、ちょっと戻ると、今日はその B リーグの CS の話をしようと思うんだけど、改めて、こんにちは、クックアップポッドキャストです。今日はサマンサとナーちゃんでお届けします。よろしくお願いします。なーちゃんことななみです。今日取り上げるのは CS クォーターファイナル、宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズのゲーム2。5月10日、日韓アリーナ栃木で行われた試合。結果は66対75で名古屋の勝利でシリーズ終了。なあちゃん、お疲れ様。正直、この試合の話するのきついよね。まだ、なんか実感ない感じはある。シーズン終わりなんて信じられないって感じで。そうだよね。でも、なあちゃんの話ちゃんと聞きたいから、今日付き合って。話す泣かないようにするけど。試合の背景を少し整理すると、このゲーム2は宇都宮のホームゲームで、ゲーム1を落とした宇都宮にとっては絶対に取らないといけない試合だった。第1クォーターは宇都宮が17対11でリードして、ホームの雰囲気もあっていけるってムードだったと思う。そうなんだよね。第1クォーターはアリーナ全体でまだ信じてた感じがして、ジェレットさんとギャビンさんがインサイドで頑張って、第1クォーターは6点リードで終わったわけじゃないですか。ただ第2クォーターが完全にターニングポイントで、名古屋が22対11でそのクォーターを取って、前半を名古屋リードで終える。そこから第3クォーターは1点差まで宇都宮が詰め寄るんだけど、第4クォーターに名古屋が27点取って突き放した。第4クォーター最後はもう足が止まってるのが見えてて、それがしんどかった。ガチで最後の5分は見ていられなかったよ。でも第4クォーターの9分台、遠藤さんがファストブレイクからレイアップ決めてニュービルさんも続いて、一時53対48まで持ってったじゃん？あそこまだ諦めてなかったよね。宇都宮？あそこは本当にエモかった。遠藤さんが足死にかけてる中で、ルーズボールにダイブしたりとか、ニュービルさんも含めて、とにかく球際への執着がやっと出てきて、まだいけるってなったんだよ。あとやっぱりゲーム2って、ゲーム1の時より全然ブレックスらしさが出てたと思う。そこからの名古屋の8連続得点がまた流れを変えちゃったんだけど、それは後のコーナーで詳しく話したいと思う。今日はなーちゃんの推しチームが出場したこのゲームをデータとファン目線から両方で掘り下げていきます。悔しいけど、ちゃんと話すよ。名古屋が強かったのも事実だし、でもまだちょっとだけ悔しい。それでいい。その悔しさも含めて聞かせてほしい。じゃあ数字の話をしていこうか。この試合で一番、これが全部を説明してるって思ったスタッツがあって、なんか嫌な予感がする。スリーポイントシュートの成功率ね。宇都宮が 17.1%、名古屋が 38.5%、差が21ポイント以上あって、分かってたけど、改めて数字で言われるとしんどいな。これ何が面白いかっていうと、試投数が全然違うんだよ。宇都宮が35本打って6本成功、名古屋は26本打って10本成功、宇都宮の方が9本も多く打ってるのに、入った本数は少ない。35本打って6本って、それ試合通してずっとそんな感じだったの？そう。で、これがただのシュートが入らなかったっていう話じゃなくて、打たされてたに近い状況だったんだよね。名古屋のディフェンスがインサイドをガチガチに固めて、宇都宮のペイントアタックを封じた結果として、外に追い出されたシュートが増えた。確かに中に入れない場面多かった。ジェレットさんとかギャビンさんがインサイドでポジション取ろうとしてもヘルプが来て、結局外に展開してそこで時間使うみたいな。そうそうそう。名古屋はそこをちゃんと設計してやってた感じがあって、ペイント得点は宇都宮が32点、名古屋が26点で、実はペイントは宇都宮の方が多いんだよ。でもスリーポイントが全然入らないから、1ポゼッションあたりの効率が全然違う。てかその26本で10本入るって、名古屋は無駄打ちがないってこと？それが名古屋の怖いところで、イマムが7分の5で 71.4%、ヘンリーさんが7分の3で 42.9%、主に限られた選手が限られた良い場面で打ってる。
宇都宮みたいにとにかく打ってみよう。じゃなくて、作ったシュートを打ってる精度の差があった。宇都宮はシュートが入らないから外から打つしかなくて、外から打つから入らないっていう悪循環になってたのかな。まさにそういうこと。これ、選手が調子悪かったっていうより、名古屋の名古屋ディフェンスが宇都宮の攻撃の選択肢を狭めた結果だと思ってて、ガチで戦術として勝ってた。悔しいけど、それはそう。ニュービルさんが中に行こうとしても、もうアントラップみたいな形で囲まれてたシーンがあったじゃん。あれ見てて、今日はきついなーってなった。ちょっと戻ると、このスリーポイントの差がそのまま点差以上の支配の差を生んでたっていうのが、この試合を一言で説明するスタッツだと思う。66対75の9点差以上に内容は開いてた。やっぱりそうか。スコアだけ見てたら接戦に見えるんだよね。第3クォーターとか。そうなんだよ。スコアの上では第3クォーターが47対48で1点差、第4クォーター頭に宇都宮が逆転してる時間帯もある。でもその間ずっと外から打たされてた宇都宮のオフェンスっていう構図は変わってなかった。それで言うと、ベンチからの得点の話もこの流れに繋がってくるんだけど。でもそのベンチの話、ちょっと待って。ベンチから12点しか取れてないの？そう。宇都宮のベンチポイント。この試合11点。11点？本当に？本当にスターターが66点のうち55点取ってる計算。やば。それ、数字的にはどれくらい異常なの？名古屋がベンチから25点取ってるんだけど、絶対値として名古屋もそこまで多くはない。でも、この試合の文脈で言うと、宇都宮のスターター5人がほぼフル出場してるってことで、ニュービルさんが35分、ギャビンさんが35分、ジェレットさんが33分。そういうことか。スターターが全然休めてないってことだよね。そう。で、ベンチメンバーが出た時間にほとんど仕事できなかった。厚也はゲーム2で4分弱しか出てないし、聖司くんも12分出てるけど得点ゼロ。ベンチが機能しないってことは、スターターを休ませられないってことだから。厚也はゲーム1でターンオーバーがあって、ちょっと信頼を失ったのかなって感じはあって、かなり出場時間が短かったよね。代表候補にも選ばれてるし、これから絶対伸びる選手だと思うから、来季また頑張ってほしいな。ゲーム1の影響はあったと思う。ただ、それ以上に名古屋のディフェンスの強度が宇都宮の層の薄さを完全にあらわにしたって見方が正確だと思う。誰が入ってもあのディフェンス強度に対応するのがきつかった。それはそうなんだけど、最後の第4クォーター、スターターが明らかに足止まってたじゃん。あれが本当に辛くて、ニュービルさんがドライブしようとして止まっちゃってるシーンとか見てて、もう限界だってなった。なんか53対48で宇都宮がリードしてた時間帯があったじゃん。あの時間ってまだ主力が体力を振り絞ってた段階で、でもそこで名古屋がギアを上げてフリースローやファストブレイクで連続得点してからは、宇都宮が追い返せなかった。ベンチの薄さが最後の踏ん張りどころで響いた。ベンチが機能してたら、第4クォーターの終盤、全然違ったかもしれないってことだよね。それが一番きついな。数字的には、ベンチポイント11点っていうのは、戦略的に失敗したというよりも、名古屋に選択肢を消されてそういう状況に追い込まれた結果だと思う。ブレックスはもともとスターター依存のチームではないはずなのに、このシリーズでそうならざるを得なかった。それが名古屋の怖さで。正直しんどい。ちょっと戻ると、ベンチポイント11対25の差自体は小さく見えるんだけど、これはスターターへの疲労の蓄積という意味で、試合全体のスタミナ差を表している数字だと思う。そういう意味では、スリーポイントの差と同じくらいこの試合の構造を説明してるスタッツ。そっか。スコアだけ見てたら気づかなかったけど、そういう疲労の積み重ねが最後の10点差に出てたんだね。そう。で、そのスタミナを削った要因の一つとして、名古屋のファストブレイクの話もしたいんだけど、ファストブレイクポイントが宇都宮8点に対して名古屋が17点。この差、結構エグくて。17点。ちょっと待って。それって速攻だけで倍以上取られてるってこと？そう。しかもこれ、単純に名古屋が足速いとかじゃなくて、ディフェンスリバウンドを取った瞬間の切り替えが鬼早かったんだよね。宇都宮がスリーポイントを打って外す、名古屋がリバウンド取る、そのままプッシュするというのがパターンになってた。ショットチャート見てたら、宇都宮って35本もスリーポイント打ってるじゃないですか。そのほとんどが外れてて、その度に名古屋の速攻のチャンスになってたってことだよね。まさにそれ、35本打って29本外れてるわけだから、その度にトランジションのリスクがある。しかも宇都宮ってスリーポイントを打った後に選手がリバウンドポジションに入るのが少し遅れてた印象があって。なんかそれすごい刺さる。また外れた。またやられたっていうのが積み重なってくる感じで、見てて本当にしんどかった。数字的には、ターンオーバーからの得点も宇都宮15点、名古屋18点で、そこまで大きな差はないんだよね。でも速攻での得点が9点違う。
つまり、ターンオーバー以外の部分、要はシュートミスのリバウンドから走られてるっていうのが名古屋の得点パターンのかなりの部分を占めてたってこと？それって戦術的にどういうこと？名古屋が意図的にそこを狙ってたってこと？完全に設計されてたと思う。名古屋のシステムって、ディフェンスが終わった瞬間にアウトレットパスの受け手とランナーのポジションがもう決まってる感じがあって、速攻は偶発的じゃなくて、宇都宮はスリーポイントを打ってくる、外れたら走るという前提のもとで動いてる気がした。本当に？じゃあ宇都宮がスリーポイントを打つ選択自体が名古屋の想定内だったってこと？そう考えると、ちょっと怖い話で、宇都宮はスリーポイントを打たないと点差が縮まらない展開に追い込まれてて、でも打てば打つほど速攻のチャンスを与えてしまう。このジレンマを第2クォーターから第4クォーターにかけてずっと繰り返してた。なんかそれ聞いて、宇都宮が疲弊していった理由が分かった気がする。走り続けないといけないのに、守りながら走らなきゃいけなくて、そう。しかも遠藤さんみたいな経験値のある選手がファストブレイクのケアに戻ってたりするから、その分スターターへの負担がさらに増える。これがベンチポイント11点の話とも繋がってきてて、スタミナを削ったのが速攻で、その疲労が最後のクォーターに出たっていう、ちゃんと繋がってきた。で、そのスタミナが削れた状態で名古屋がニュービルさんにプレッシャーをかけ続けてたっていう話に入りたいんだけど、ニュービルさんのターンオーバー6っていう数字、どう思った？ターンオーバー6は見ていて本当に苦しそうだった。名古屋が完全にニュービルさんを狙い撃ちにしてた感じで、いやー、数字的にはね、これが名古屋の作戦勝ちだったってことなんだよ。ニュービルさんは EFF22 で、スタッツだけ見たら普通にエースの仕事してるじゃん。16得点、8リバウンド、4アシスト、スティール3本。これだけ見たらお疲れ様よくやったで終わる話なんだけど、ターンオーバー6っていう数字が全部物語ってる。なんでそんなにターンオーバーが多かったんだろうって思ってたんだけど、名古屋がチーム全体でニュービルさんを潰しに来てたから。ヘンリーさんがボールを受ける前から当たりに行ったり、フロントコートに運ぶ前の段階でコンタクトを作ったりとか。第4クォーターの残り6分台、ニュービルさんがまだボールをフロントコートに運ぶ前に、ヘンリーさんとボディコンタクトがあって、ボールロストしたやつ。それを追いかけたマコがファウル取られたシーンとか、見てた？見てた。あれはちょっとってなったよ。マコが追いかけてファウルって、そういうの含めて、宇都宮としてはフラストレーションが積み重なってた試合だったと思う。ターンオーバーの中身を見ても、純粋にニュービルさんのミスというよりは、名古屋が意図的に仕掛けたコンタクトやプレッシャーの結果として起きてるものが多い。それ聞いて、なんかニュービルさんを攻める気には全然なれないんだよね。体張って最後まで戦って、それでもターンオーバー尽くすって、本当に消耗させられたんだと思う。ちょっと待って。これはフォローしておきたいんだけど、ニュービルさんの奮闘は数字以上のものがあったと思う。第3クォーターにルーズボールにダイブしてたシーンとかも、あれがブレックスのエースって感じで、ガチで胸熱だった。だいぶ泣きそうだったもん、本当に。あんなに削られてるのに、それでもボールに飛び込める選手じゃないですか。ちょっと戻ると、結局このターンオーバースクズが示してるのは、名古屋がニュービルさん一人を相手にするんじゃなくて、チームとして宇都宮のスタートを機能させない設計をしてきたってことで、速攻17点の話とも完全に繋がってくるんだよね。ターンオーバーの旅に走られてるんだから。なるほど。削って、走って、また削って、ニュービルさんだけじゃなくてチーム全体が疲弊していったのが6番のターンオーバーの向こう側にあったんだ。そう。EFF22 は立派な数字だし、ニュービルさんが精一杯やったのは間違いない。でも名古屋はその精一杯をさらに上回るだけの戦術的な準備をしてきた試合だったと思う。これはそういう CS の強度の話だよ。悔しいけど、名古屋が1枚上手だったってことは認めないといけないね。数字の話ばっかりしてきたけど、なんか試合後のブレックスネーションの反応も気になってて。もう見てらんなかったよ、正直。泣いてる人もいたし、私も泣きそうだったし、どんな声が多かった？なんか、怒りとか悲しさより先に、このメンバーが好きすぎるって人が多かった気がする。移籍してほしくない。引退しないでほしいみたいな。ニュービルさんとかマコとか、もちろんギャビンさんも含めて、このメンバーでまだ見たかったっていう声が本当に多くて、それ、ファンとしての愛情が溢れてるよね。EASL でめちゃくちゃ強かったじゃないですか、今シーズン。それが CS でこういう形で終わったっていうのが、史上最強のブレックスを感じてたのにっていう気持ちと重なって、余計にきつかったと思う。わかるわ。ぽっかり穴が開いたっていう感覚。シーズン中の期待が高かった分だけ落差もでかいんだよね。そうそうそう。シーズン終わりなんて信じられないって本当に思ったもん。でも面白かったのが、悔しさと同時に名古屋へのリスペクトの言葉もめちゃくちゃ多くて、ドルフィンズ強かった、おめでとうって素直に言えてる人がいっぱいいた。ブレックスネーションってそういう文化があるよね。負けても相手を称えるっていう。田臥さんから受け継いできた、なんか精神的な成熟みたいなものがファンにも宿ってる感じがして、ガチで好きなんだよな、そういうところ。
気持ちで負けないってブレックスメンタリティをファンも体現してるというか、それ、刺さる。チームの文化ってアリーナの外まで広がるんだね。審判の判定への不満の声もかなりあったけどね。笛が納得いかない。ファールゲームして20対19ってどういうことみたいな声が多くて、正直私もそれは思ってた部分がある。ちょっと戻ると、判定への不満は感情としてわかるんだけど、今日の試合見てた限りだと名古屋が意図的にコンタクトを作りに行ってた戦術的な部分もあって、笛うんぬんじゃなく完全にうまく崩されてた場面も多かったんだよね。まあそれはそう。ニュービルさんのターンオーバーのところで話したやつとか、判定だけのせいにはできないっていうのはわかってる。ただ、ファンとして試合を生で見てたら、フラストレーションが出るのも当然だよなって気持ちもあって、そりゃそうだよ。あれだけのシーズンを積み上げてきて CS で終わったんだから、ブレックスネーションとして今シーズン60試合以上応援してきた重みが全部あの試合後に出てきたんだよね。来季また応援する BCL 頑張れって前を向いてる声もあってさ、それ見てなんかちょっと救われた気持ちになったんだよね。悔しさがあるから来季も応援するってこれだよなって。そういえば、試合の現場の話も聞きたくて、アウェーの名古屋サイドもパブリックビューイングとかやってたって聞いたけど、日韓アリーナの雰囲気ってどうだったの？日韓アリーナホームなんだけど、名古屋ファンの声もめちゃくちゃでかくて、アウェーなのにドルファミのコールが聞こえてきて、ちょっとびっくりした。アウェーなのにそんな感じだったの？そう。でね、名古屋側のパブリックビューイングの話も聞いてて、名古屋にいるファンがそこで盛り上がってたらしくて、アウェーの日韓アリーナに来てた名古屋ファンと、名古屋でパブリックビューイング見てたファン、両方が全力で応援してたんだよね。それが試合に出てた気がして、なんか、そういう一体感ってチームの力になるよね。名古屋のファン文化って、ドルファミって言葉も含めてすごくまとまってる印象がある。うん。ドルファミの名古屋コールとか、ああ、それが名古屋かってなったもん。正直、悔しいけどかっこよかった。アウェーでそのコールが響いてた時、ちょっとゾクってした。名古屋のショーン・デニスヘッドコーチが5年前からのプロジェクトが実ったみたいなこと言ってたらしくて、ドルファミもそのプロセスを一緒に歩んできたっていう感覚があるんじゃないかな。だからまとまり方になるんだと思う。ちょっと待って、5年前ってことは、ドルフィンズのファンも長い時間かけてここまで来たってことじゃないですか。それはリスペクトしかないよ。そうなんだよね。で、そのドルファミの声援が実際に選手を動かしてたって部分があって、第4クォーターの名古屋の8連続得点のあたり、あの盛り上がりは外から見ててもすごかったって声が多かった。あそこは、宇都宮ファンとしては地獄だったけど、なんか名古屋のファンが本当に嬉しそうで、悔しいけどいい試合だったなって思えるのは、相手ファンの熱量があったからかもしれない。ちょっと戻ると、ブレックスネーションも最後まで声出してたんでしょ？出してた。最後の最後まで、ブレックスって、高島さんがスリーポイント決めた場面とか、あそこはアリーナ揺れた感じがしたよ。でもその後また突き放されて、みたいな。なんかその度に、もうちょっとだけ信じたいってファンが諦めない感じが、ブレックスネーションらしいなって。そのブレックスネーションの声が、今後シーズン終わった後のニュービルさんや他の選手への言葉にもなってたりするんだよね。そういえば、選手個人への反応の話で言うと、イマムの活躍がすごかった試合でもあって、宇都宮ファン目線でイマムをどう見てたか聞いていいですか？今本当に神ってたよ。23得点。スリーポイントは7分の5でしょ。ああいう選手を止められなかったのが全てって感じで、もう敵ながら天才だと思った。EFF24 は驚異的で、あれだけ決め切られたら誰も止められないよ。しかもターンオーバーゼロだから、イマム自身は全くミスしてない。で、今までのファウルの話でもあるんだけど、正直この試合、審判の笛がずっと気になってた。そこ、話しとく？話したい。いや、断罪したいとかじゃないんだけど、宇都宮ファンの間ではそれが一番声として出てたから、わかった。どんな場面が気になってた？例えば第4クォーターの残り6分ちょっと、ニュービルさんがまだハーフコートにボール運んでる途中で、ヘンリーさんとコンタクトがあってボールロストして、それを追いかけたマコがファウル取られてフリースロー献上したじゃん。あれはなんか、宇都宮側からしたら、なんでってなる笛だったよね。そうそうそう。他にも、タクマがゴール下でフェイク2回入れてから決めたやつとか、あれもフリースロー2本もらって結果ファストブレイクポイントになってたし、細かいところで宇都宮がファウルを取れなくて、名古屋にはフリースローが出る場面が積み重なってた気がして、数字で見ると、フリースロー試投数が宇都宮14本に対して名古屋23本なんだよね。この差が地味にえぐくて。本当に ?9 本差か？それって試合の流れに直結するじゃないですか。第4クォーターの名古屋の8連続得点のところも、ランの得点の中にフリースロー5本が含まれてて、それが56対53から56対62に動かした一因だった。ちょっと待って、あそこってそんなにフリースロー絡んでたの？見てた時は、なんでこんなにフリースローがってなんかもやっとしてたけど、
しかも、宇都宮のヘッドコーチチャレンジも、匠へのファウル判定で使って覆らなかったやつがあって、その直後のプレーだったんだよね、確か。そう、ヘッドコーチチャレンジで判定が変わらなかった直後の流れだったから、宇都宮のベンチも選手も相当フラストレーション溜まってた状態だったと思う。あれはきつかった。チャレンジ失敗してタイムアウトも使えなくて、流れを切れない状態で連続得点されて、ちょっと戻ると、これって特定の判定を間違いって断言できるものじゃないし、名古屋が意図的にファウルを引き出す動きを徹底してたっていう面もある。拓磨のプレーとか、ああいうのはもうオフェンシブなスキルなんだよね。フェイクを入れてディフェンダーを動かしてコンタクトを作るっていう。それはそう。名古屋が上手かったんだっていうのはわかる。でも宇都宮ファン的には、CS で一番しんどい試合の日に、笛の基準まで飲み込めって言われてもっていう感情はあったよね、正直。それはブレックスネーションの声としてすごくリアルな感情だと思う。そういえば、その審判の話も含めてファンの反応って試合後のニュービルさんとか比江島さんへの言葉と一緒に出てきてたりしてた？ニュービルさんへの声は本当に多くて、最後まで戦ってくれてありがとうみたいな言葉がめちゃくちゃ出てたよ。マコへの愛も溢れてたし、あと名古屋へのリスペクトの声も意外と多くて、強かった、悔しいけど認めるみたいな。ブレックスネーションってそういうとこが好きなんだよね。悔しさの中にもリスペクトがある。そうなんだよね。で、名古屋で一番そのリスペクトの矛先になってたのがイマムじゃないですか。ああ、完全にそう。今日の最後に絶対話したかった選手。25分でベンチから23得点。スリーポイントが7分の5で 71.4%。マジで神ってたとしか言いようがない。勝負どころで彼を止められなかったのが全てって感じで。いや、数字的にはね、EFF24 なんだよ。アーロンさんと並んでチーム最高値。しかもプレイタイムで、1試合に何人 EFF24 以上の選手が出てきてんだって話で、名古屋がいかにどこからでも点が取れるチームかをこれだけで説明できる。あと何が嫌だったかって、イマムのシュートって打ち方が綺麗なんだよね。変な癖がなくて、リリースがスパッと速い。だから守る方も絶対やりにくいと思って、第3クォーターに宇都宮が34対33で逆転して、よし、ここからってなった直後に、イマムが2本連続でスリーポイント決めて43対45にしたじゃん。あそこが個人的に一番しんどかった。あのシーン、ちょっと待ってってなった。マコのオフボールとニュービルさんのワンオンワンで、宇都宮が盛り返してきたと思ったら、イマムが一瞬で刺してくる。しかもターンオーバーゼロなんだよね、イマム。23点取ってターンオーバーゼロって、CS の緊張感の中でそれができるのは本当に大したもので。本当になんかそれが一番エグいかもしれない。点を取るだけじゃなくて、リスクがないって、どれだけ落ち着いてプレイしてるんって。しかもベンチからの出場なわけじゃん。スターターが疲弊してくる時間帯にフレッシュな足で入ってきて、あの精度で打てる。ベンチポイントの差の話に戻ると、名古屋のベンチ25点のほとんどがイマム一人で作ってるんだよね、実質。宇都宮のベンチポイント11点の対比として考えると、あそこに一番大きな差があったのかもしれない。今日の試合のイマムって CS で輝くために生まれてきたような存在感がじゃなかった？プレッシャーの中での安定感は経験値の賜物だと思う。そういえば、アーロンさんの話もしてなかったけど、チームとしての名古屋をアーロンさん抜きで語れないと思うんだよね。そっちもどう見てた？アーロンさんはね、17得点、11リバウンド、コパアシスト、EFF24 で、この試合の名古屋を一番体現してた選手だと思う。得点だけじゃなくて、ディフェンスでも体張って、リバウンド争いして、プレイメイクもして、本当に全部できる選手じゃないですか。いや、数字的にはね、EFF24 って単純にすごくて、試合を通じてずっと高いレベルで関与し続けてたってことで、フィジカルにやりながら、ファウルも2つで収まってて、プレイタイム36分、それで17点取るって消耗しない強さがある。宇都宮としては、ニュービルさんを潰すことに集中してたから、アーロンさんに対するケアが後手に回ってたのかなって印象もあった。アーロンさんがスリーポイントを7本打って3本決めてるわけじゃないですか。体格で。そうそうそう。ヘンリーさんはある意味で宇都宮が一番怖がるべきだったかもしれない選手で、ニュービルさんを削りながら自分も高いパフォーマンスを出し続けるって、あれはちょっと反則級だよ。名古屋、全員が本当にしんどい試合をやりきってたと思う。それを認めた上で、やっぱり宇都宮の話に戻ってしまうんだけど、どうぞ。ニュービルさんの話、さっきスタッツのところでも出たけど、なんか感情的にもう一回語らせてほしくて、最後の第4クォーター終盤、もう足が止まりかけてるのが見えてたのに、それでも諦めなかったじゃん。1分切ったあたりのシーン、ボールをまだゴールに向かって放ってて、あれに泣きそうになったよ。あのシーン、ショットチャートで見ても最後の最後まで打ち続けてるんだよね。入らなかったけど、あの姿勢がニュービルさんの選手としての誠実さだと思う。徹底的に抑えられて、本当に苦しそうだった。でも最後まで戦う姿に、ちょっと泣いた、正直。
ちょっと戻ると、ターンオーバー6を抱えながら EFF22 出してるって、消耗しながらも試合に関わり続けた証拠で、名古屋の作戦勝ちではあるんだけど、それに真っ向から立ち向かったって評価もできる数字だと思う。そうだよね。責めたくない。ニュービルさんのこと全然責めたくない。むしろ、あんなに削られながらも最後まで立ってたことに、ブレックスのエースとしての誇りを感じた。来シーズンも絶対ブレックスでいてほしいなって。それはブレックスネーション全員が思ってそう。思ってるよ絶対。このメンバーでいてほしいってそこかしこで見たもん。試合後に。まあ、そう簡単にはいかないのもわかってるんだけど、なんかその話聞いてて思ったんだけど、ニュービルさんへの愛って、ただ強いから応援してるんじゃなくて、諦めない姿勢そのものに向いてるんだよね。今日の試合みたいな、追い詰められた状況でも戦い続けるっていう、それが宇都宮らしさでもあるから、このチームが好きすぎて、シーズン終わりなんてまだ信じられないよ。本当に。じゃあそろそろまとめに入ろうか。今日、なーちゃんと話してみて、データは名古屋の干渉を示してた、スリーポイントの差、速攻17点、ベンチポイント11点、数字だけ並べたら完全に名古屋が1枚上座だったシリーズで、でも、なーちゃんの話を聞いてて、宇都宮ブレックスっていうチームがいかに愛されてるかを改めて実感できた回だった。それがこの試合を取り上げてよかったなって思う一番の理由。正直、まだ悔しいよ。試合終わってから何日も経つのに、なんかまだぽっかりしてる感じがある。でも、今日サマンサと話せてよかった。数字で整理してもらったら、感情だけじゃなくてちゃんとなんで負けたかが見えてきた気がして。ちょっと待って、それ聞いて嬉しかった。急に照れるじゃん。でも本当に悔しいのは悔しいんだけど、名古屋が強かったのは本物だったし、最高のチームを応援できた1年だったって、今はそっちの気持ちの方が待ってきてる。ブレックス1年間ありがとう。そしてドルフィンズおめでとう。この強さは本物でした。ブレックスネーションは不滅です。いいね、それ。その言葉で締めて欲しかった。でも泣きそう言ったら、本当に次シーズンこの悔しさぶつけてほしいよね。移籍するメンバーやスタッフもいるけどさ、このチームでまだ見たいっていう声もすごく多いし。ちょっと戻ると、そういえば次の試合の話もしとかないとね。セミファイナルは名古屋と琉球ゴールデンキングスの対戦があって、この収録の後に試合があるんだよ。今日の夜？そう。この勢いのまま名古屋が行くのか、それとも王者琉球が止めるのか。これはガチで見逃せない対戦で、次回改めて話したいんだけど。ドルファミのまだ何も成し遂げてないエネルギー、本当にどこまで続くんだって感じで、琉球も強いしわかんないけど、なんか今の名古屋は止まる気がしない雰囲気もあるよね。あるある。名古屋のディフェンス強度がセミファイナルでも続くかどうか、そこが鍵だと思ってて。次回じっくり話そう。絶対話したい。今日のポッドキャストを最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。シーズンが終わったチームのファンも、まだ戦いが続くチームのファンも、ぜひコメントで皆さんの思いを聞かせてください。この時期、それぞれのチームへの愛が一番溢れてる時期だと思うので、あと YouTube のチャンネル登録といいね、もらえたら本当に嬉しいです。クックアップポッドキャストでした。また次回、ブレックスメンタリティ、引き続きよろしくお願いします。また次回、ブレックスメンタリティ、引き続きよろしくお願いします。